皆さんおはようございます。今日はですね、パリ7区の閑静な住宅街にあって、アンバリットに隣接しているロダン美術館という美術館に行ってきます。ロダンといえば、考える人でおなじみの彫刻家ですね。私もそんなにたくさんの彼の作品を知らないんですけど、庭園がとても綺麗ということなので、その辺も含めて楽しんでこようと思います。行ってきます。パリ7区の閑静な住宅街アンバリットに隣接するロダン美術館。もともとは18世紀に建てられた貴族の館で美しい建物です。その後所有者が次々と変わり、ホテルや学校として使われていたこともありました。この建物をフランス政府によって買い取られるという危機が訪れた際に、この屋敷を大変気に入っていたロダンが自身の作品及びコレクションを国家に渡す代わりに美術館として残してほしいと提案をしたことから、彼の死後にロダン美術館が誕生します。ロダンは亡くなるまでの9年間をここで過ごし、こうして1919年にロダン美術館が開館しました。こちらは有名な考える人で、実はこちらの作品は地獄の門の中央で腰掛けて下を向いている様子だそうで、そう言われるとこの彼の表情にも納得です。しかし日本人の私としては、考える人といえば某英会話コマーシャルでおなじみの考える人の像のインパクトが強くて、実物を見てもコマーシャルのことを思っていました。入ろっかやめよっか考え中、伸ばしよっかやめよっか考え中、入ろっかやめよっか考え中、伸ばしよっかやめよっか考え中。こちらは地獄の入り口となる門です。ロダンが一生をかけて手を加え続けた作品で、門の表面には地獄にうごめく人々が180人以上も表現されているそうです。なんか怖くてリアルですね。ちなみにこの作品は世界に7つほどあると言われていて、そのうち2つはなんと日本にあるそうです。きれいにお手入れされた庭園内にはロダンの作品が展示され、まるで野外ミュージアムのようです。こちらはザ・キスという作品で、こちらの作品は1900年にパリの万国博覧会に出展されたもので、1918年にロダン美術館の所蔵となりました。2本の右手が組み合わさった大聖堂 The Cathedral。 私はこの作品が好きです。なんだかバランスが絶妙ですよね。しかしなぜタイトルが大聖堂なのか分かりません。ロダンといえば彫刻家で画家という印象はありませんが、実は絵も描いていたようです。それに美術品収集家でもあったロダンは、ゴッホのタンギー爺さんをはじめモネやルノワールなどの作品も所蔵していました。ロダンの作品とともに彼らのコレクションも楽しむことができます。第16展示室にはロダンの弟子であり恋人であったカミーユ・クローデルの作品が展示されています。ロダンには16年間連れ添う内縁の妻ローズがいる傍ら、弟子であるカミーユとも不倫のような関係にありました。この三角関係を断つべく、ロダンの元を去ったカミーユは精神のバランスを失い統合失調症を発症し、
30年間にわたって精神病院で過ごし、その生涯を閉じました。ロダンはこちらの美術館の建設に伴い、カミーユの作品を展示することも要求したそうです。カミーユの代表作の一つ、Age of Maturity。女性に導かれるように連れ去られる男性、そしてそれに追いすがる若い女性の姿、まさにカミーユ自身に置かれた関係を表現した作品だと言われています。美術館の入り口のそばにはミュージアムショップも併設されています。ミュージアムショップにはロダンの作品をモチーフにしたモダンでスタイリッシュな小物類が揃っているので、パリ旅行のお土産選びにもおすすめです。ロダンのよく知られる作品のほとんどは40歳以降に制作されたものだそうです。遅咲きだったんですね。それから火曜日は多くのパリ市内の美術館が定休日のため、火曜日に行けるパリの美術館としても人気のスポットです。ちなみにロダン美術館の休館日は月曜日です。はい、ロダンミュージアムすっごく良かったです。なんかやっぱりお昼を過ぎたらね、一気に人が増えますね。じゃあ私は今からチョコレートを買いに行きたいと思います。お土産ですね。あと自分にも。天気がいい。キャラメルたった今試食してみたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんつったらいいんだろう、なんかキャラメルっぽくない、なんかね、口に入れたらすごい溶ける感じ、なんか新感覚でした。でちなみにキャラメルは、30個売りからですね。バラ売りしてたらいいんですけどね。でもたくさんの種類の中から選びます。私はなんかそのマンゴーとパッションフルーツが美味しいって聞いたことがあったんですけど、ちょっとその他は全然把握していなかったので、お店のお姉さんのおすすめを全部詰めてもらいました。ということでまだまだお土産ラッシュ。私はこれからギャラリー・ラファイエットのグルメ館に向かいます。
日ロサンゼルスの方に帰ります。もう今夜10時を過ぎておりますが、今からパッキングをします。でもマジすごい散らかってます。気が重いです。なんか行くのもですけど、帰る時もパッキングは本当にめんどくさいですよね。そんなに自分的には買い物してないと思うんですけど、いや、したかもしれない。ちょっと憂鬱ですが、今からパッキングをしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日はですね、おパリ最終日でございます。悲しい。なんか早かったですね。やっぱバタバタしてたし、毎日。ということでですね、あと4時間ぐらい最後パリにいることができるので、空港に行く前にちょっと公園でのんびりして行こうと思います。パリはね、いいお天気です、今日も。では行ってきます。最後にシュイルリー公園の噴水の前でくつろいでおります。今から空港行きたくないです。しかしね、日曜のパリは本当に静かですね。みんなどこ行っちゃったのっていうレベルで。いかがでしたか？今回の一人旅は比較的お天気にも恵まれて、行ってみたかった場所にも行くことができて充実していました。しかし2度のパリ滞在ではまだまだ回りきれないほど本当に見るものがたくさんあるパリを背に、後ろ髪を引かれながらロサンゼルスへ帰っていきました。おかえり。さて次回は今回のパリ滞在での購入品も紹介します。お楽しみに。それでは皆さん、Thanks for watching。良い一日を。